はい、こんにちは、梅野です。本日は超広角レンズを使って紅葉を撮っていこうと思います。はい、1枚目ここ撮っていきましょう。ここに紅葉した木がありますので、ここを撮っていきます。で、下のところにこの池になってますので、この下のこのラインを使って撮っていきたいと思います。カメラを下に構えることで、ここのラインを生かして奥行き感を出しながら、ローアングルで紅葉を見上げるような形で撮っていきたいと思います。で、逆光で撮っていきますので、光がこうキュピンとなりつつ、ここが近景で紅葉が中景で背景の空が後景と3層構造で撮れると思いますので、ここ撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。全体的にピントを合わせたいので F 値は10に設定していきます。 F 値10に設定しても近景のこの石のラインのところはこうボケつつ奥に向かってピントが合うと思いますので、その効果もあってより奥行き感を出せると思います。シャッタースピードは40分の1秒出てますので ISO 感で100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。下の近景の部分のこのラインを使ったことで奥行き感を出すことができました。逆光で撮りましたので F 値10まで上げたことで太陽のところは光情が出てちょっとこうキュピンとなっています。で、逆光の光がこの石段のところにも落ちてきてますので、よりこう近景を強調しつつピントを合わせた左の紅葉の木に向かってこうリードラインというか高級感を表現してくれてるんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの水辺に落ちている紅葉の葉っぱをメインに撮っていきます。ちょっとハイアングル気味から構えて、でここにピントを合わせつつ奥の紅葉が背景に入るような感じで撮っていきます。で、今ちょっと光が陰ってるんですけれども、光が出てきたらこの辺もピカピカ光ると思いますので、それで撮っていきます。で、ここにピントを合わせたバージョンと、これを前景に使いつつ奥にピントを合わせたやつとちょっと2枚撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ここも、ピントを広く撮りたいので F 値10まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは40分の1秒になってまして、焦点距離は 17mm で撮っていくので ISO 感で100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。まず1枚目は手前の紅葉の葉っぱにピントを合わせて撮った写真になります。で、手前にピントを持ってきたことで奥がこうグラデーションでボケてますので奥行き感を感じるのと、逆光の光がこっち向いて落ちてますので水がキラキラ光って綺麗かなと思います。一番反射したところはどうしても白飛びしてしまうんですけれども、ちょっとその辺が玉ボケにもなって良かったかなと思います。で、もう一枚こっちが手前は前ボケにして奥側にピントを合わせた写真になります。これでもうちょっとピントがあってくれたらよかったんですけれども、手前の方が F 値10にしてもちょっとボケすぎたので何が浮かんでるかっていうのが分かりにくいと思います。なのでちょっとこう、失敗写真にはなりますね。逆光で光が来てピカピカして綺麗なんですけれども、手前の葉っぱのところがもっと紅葉の葉っぱっていうのが分かるように撮れたらよかったんですけれども、これはちょっと失敗かなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの木を撮っていきます。ここの木にぐっと近づきまして、下から上を見上げて撮ります。そうするとこの木の枝がこう放射線状に伸びてますので、放射線構図という形になります。で、オレンジの紅葉の葉っぱと青い空が綺麗ですのでいい対比になると思います。で、太陽は今後ろから
当たってますので順光になります。順光になるので空の色の青さが綺麗に出ています。でローアングルから撮ることで手前の方はこうボケつつで奥にピント合わせますので、ボケて奥に向かっていくので遠近感も出すことができます。で上のこの放射線状になるところを画面のど真ん中に配置すると綺麗に撮れますので、こういう感じで撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。下の方の木の部分はボケさせて奥行き感を出したいので F 値は 2.8 に設定しました。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO 感で100で OK です。除出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ローアングルから見上げるような形で撮りまして F 値 2.8 に設定しましたので、木の下側の部分はボケてど真ん中に向かってピントが合っていくような感じになってます。なので奥行き感というか今回の場合は高さを表現することができました。で木の枝の広がっている部分を画面のど真ん中に持ってきましたので、日の丸構図的な感じと放射線構図で、下のところは木のこの端っこですねを、大体揃えて撮りましたので奥に向かって三角構図っていう形にもなってます。三角構図、日の丸構図、放射線構図、そんな感じで撮ってみました。で光が順光になってますので空の青さが綺麗に出て、紅葉のオレンジと空の青さの対比が綺麗な写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。また逆光のポジションに来まして、で奥に、逆光とこの紅葉の木があるんですけど、手前がこの板の道になってますのでこれを使って撮っていきます。でここのところにも紅葉した葉っぱがちょろちょろ落ちてますので、その中でこの形の綺麗なやつがありました。でこれをカメラをこんな感じで構えて板の線を使いつつここにピントを合わせます。でカメラは縦構図でぐっと上を向けまして、ちょっとこの動画のカメラじゃ入らないんですけど、この奥のところここの風景を入れつつ手前の葉っぱにピントを合わせて撮ります。でこの辺は明るいと思います。で手前の方はちょっと暗くなってますので、実際写真撮った場合は明るいところに引っ張られてこの辺が暗くなると思います。なので、周期変原稿みたいな感じですね。なのでここがすごい印象的な感じで撮れると思いますので、ここを縦構図で撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。ここも F 値 2.8 にして手前のピントを合わせる葉っぱを印象的な感じで撮っていきます。他が結構ボケますので、何を撮りたかったかっていうのが分かりやすい写真になります。シャッタースピードは400分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の葉っぱにピントを合わせまして撮りました。で F 値 2.8 にしたことで葉っぱの下の部分前のところもボケてまして、でピントがあったところから奥の方もボケてますので、なんていうかな、奥行き感、これも奥行き感を感じやすい写真になったかと思います。で下のこの木目の部分、これが奥に向かって伸びていってくれてますので、パーツ線ほどじゃないんですけれども、これも奥行き感を表現するための要素の一つになったと思います。で明るいところに引っ張られて手前の方はもう暗くなってますので、周辺原稿みたいな感じになってより雰囲気のいい写真を撮ることができました。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はここ撮っていきます。水が流れてまして、で手前にこの紅葉の葉っぱが溜まってるんですけれども、ここの部分お水の流れで葉っぱがくるくる回ってますので、シャッタースピードを落とすことでちょっとブレさせて撮っていきたいと思います。
で今日三脚持ってないのであんまりブレさすことはできないんですけれども、F 値をすごい開けてISO感度を下げることで、ちょっとでもシャッタースピードを落として撮っていきます。であそこの部分は画面の手前に入れて、奥の背景を水の流れを入れて撮ります。で水もシャッタースピードを落とすことでちょっと線みたいな感じで撮れると思いますので、手前にくるくる回る葉っぱを入れて背景を水にして撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。シャッタースピードなるべく落とすために F 値は22まで絞って撮っていきます。で今シャッタースピードは 1.3 分の1秒になってまして、 F 値を22にしたこととISO感度を100より下の数値、拡張ISO感度に設定して、で僕のカメラの場合はローの 1.0 までありますので、ここまで落としてシャッタースピードを下げています。で露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前のこの水たまりのところにある葉っぱはシャッタースピードを下げたことで円形にくるくる回っているような状態で撮ることができました。で奥の水の流れはシャッタースピードを落としたことで線、糸みたいな感じで流れて撮れています。で手前のところは紅葉のオレンジで明るく、奥側はさっぱりした色味なのでより手前の方に目線がいくかなと思います。で手前の部分だけやと、ちょっと寂しい感じがありましたので、奥の水の流れも入れて撮ってみました。で三脚がない時はなかなかこういう写真撮りにくいんですけれども、広角レンズであればブレが少なくなりますので、なんとか対応できることもありますので、葉っぱがくるくる回っている水のところがあったら狙ってみてください。はい、本日は超広角レンズを使って紅葉の写真を撮りに来ておりました。超広角レンズは、僕の苦手なレンズなのでちゃんと撮れるか心配だったんですけれども、それなりの感じで撮れたんじゃないかなと思います。まだまだ紅葉の時期は続くと思いますので、ぜひご近所の公園とかに撮りに行ってみてください。それで今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。